皆さんこんにちは。ライブ 2D モデラー兼バーチャル YouTuber の乾物ひものです。ありがたいことに私のモデリングはよく立体感があるとか回り込みが綺麗とお褒めの言葉をいただけます。ライブ 2D は平面のイラストを動かすソフトです。平面を立体に見せるにはどうしたらいいのか、そのためにね大切なことの一つがメッシュ編集です。ということで、ライブ 2D マスターへの道第4回目となる今回は綺麗に立体感をつけるためのメッシュ編集を伝授しちゃいたいなと思っております。本当にねこれを見るだけであなたのモデルの立体感がぐっと上がるはずです。ぜひとも最後までじっくり見ていってくださいね。それでは早速参りましょう。さて冒頭でね当たり前のようにメッシュ編集という言葉を使いましたが、そもそもメッシュって何かご存知ですか？知らない方に改めてご説明すると、これですこれこの点々とそれをつなぐ線のことです。ライブ 2D はですねこのメッシュを変形させることでパーツに疑似的な立体感を与えているというわけです。おそらくねこのメッシュ手動で作成したことがないという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でね初心者の場合はそれでも全然問題ないです。自動生成ができるので可動域が狭い場合とか初心者の場合は自動生成で十分だと思います。ただし 3D チックな立体感をつけたかったり可動域を広げたい場合はこの自動生成ではねちょっと難しい場合が出てくるんですね。例えばこちらの胸部パーツ、こちらのパーツを自動生成でメッシュ編集を行うとこんな感じのメッシュになります。はい、この状態で高可動域モデリングを行おうとするとこんな感じでねところどころの線画や模様が歪んでしまっているのがわかるでしょうか。でこれアートメッシュの直接編集で直そうにもこんな感じでねなかなかうまくいかないことが多いんですね。で立体感もいまいちあんまりついてませんよね。ではメッシュ編集を手動で行い変形させた場合はどうでしょうか。こちらね後から説明する法則にのっとって変形させやすいメッシュ編集を行っているんですけど、こんな感じでメッシュ編集を行うと線画や模様が歪むことがなく綺麗に変形させることができるんですね。こんな感じで比べると一目瞭然だと思います。そんなこと言われても手動編集なんてやったことないよというね皆さん今からちゃんと説明します。まずねもう知ってる方も多いと思いますがメッシュの自動生成はここをクリックして行います。メッシュの手動編集はその隣のボタンです。ここをクリックするかコントロールプラス E ボタンを押すとメッシュ編集モードに入ります。で、だいたい読み込んだ時の段階についてる4つの点もしくは自動生成で作った点っていうのがすでに存在しているので一旦ねこれは消しゴムで全部消してしまいましょう。さて綺麗なメッシュというものには一定の法則がございます。一つずつ見ていきたいと思います。まず一つ目、点と点は互い違いに配置してあり三角形が歪んでいない。これ言葉で言っても分かりづらいと思うのでいい例と悪い例をご用意いたしました。あくまでもねサンプルなのでかなり簡略化いたしましたが左がいい例そして右が悪い例です。これでねいい例の方は軸となる真ん中の点と周りを取り囲む点が互い違いになっていて三角形もね正三角形もしくは二等辺三角形に近い綺麗な形をしているのがわかると思います。でそれに比べて悪い例は軸となる真ん中の点と周りを囲む点の関係性がバラバラでこんな感じでね一箇所に点が集まったり三角形がね大きく歪んでいるのがわかると思います。この状態でね一旦大きく変形させてみます。いい例はね比較的簡単に形を保ったままね変形させることができるんですがこんな感じでね悪い例だと形がね歪んでしまいましてそして直そうにも線が集まっているところっていうのはね綺麗な変形が難しいんですよね。ですので基本はいい例のようになるべく綺麗な三角形互い違いに作れるのが理想だと思います。次に2つ目、模様影線画に沿ってメッシュが打ってある。さて大雑把に動かすなら先ほどの1番に気をつけるだけで十分なんですけど高可動域モデリングをしたかったり表情周りなど大きく複雑に動かす必要がある場合はそれだけではねちょっと変形が難しいんですね。例えばまつげ先ほどのように3列で点を打ってみます。SD キャラとかの単純なまつげとかだったらこれだけでも十分なんですけどこんな感じのね複雑な形の眉毛だと形が歪んでしまうことが多いです。そんな時はこんな風にメッシュを打ってみるといいと思います。先ほどとは違いまつげの境界をぐるっと囲みさらにねその周りを囲んでいるので4列になっていますね。こうすることで先ほどは難しかった繊細な変形が可能になります。で
で、私YouTube とか Twitter なんかで結構ね他の方のモデリング進捗とかも見たりしてるんですけど、結構ねもっと細かくメッシュを打ってる方とかも多い印象なんですね。もちろんねメッシュは細かくすればするほど変形後の形っていうのは滑らかにはなるんですけど、その分管理は大変になるんですよね。意外とねこれぐらいの打ち方でも綺麗に変形できるんだよというのがね伝われば幸いです。この場合も1で学んだ互い違いには気をつけましょう。この後のね法則でも一部の例外を除いてこの法則っていうのはずっと大事になってきます。そしてさらに細かい話なんですけど、できれば点を打つ場所は境界ぴったりではなく境界より少し内側をおすすめします。境界ぴったりと境界より少し内側の変形を比べてみましょう。まつげのようにね元がカーブを描いているアートメッシュの場合、境界ぴったりに点を打ってしまうとこのようにね逆側にカーブさせた時に形が歪んでしまう場合があるんですね。もっとね細かく点を打てば解消できるんですけど、境界より少し内側に点を打っておくとはみ出した部分の調整が簡単なので点が少なくてもね綺麗にカーブを作ることができるんですよ。こんな風に塗りと線画がはっきりしているアートメッシュの場合は線画にかからないように内側に点を打つと良いです。線画に点がかかってしまうとこのように変形させた時に線画が滲んだり太くなっちゃうんですね。それが内側に点を打つことで線画の調整が可能になります。まあねそんな細かいとこまで気にしないといけないのって思った方もいらっしゃると思うんですよ。本当に細かいことばかりで申し訳ないです。ぶっちゃけ初心者はここまで気にする必要はありませんが、プロにねなりたい場合は知っておいて損はないテクニックだと思います。高可動域モデリングっていうのはねこのような小さな作業の積み重ねが最終的なクオリティにつながるので、ぜひね騙されたと思ってやってみてください。さて2の説明はもう少しだけ続きます。ここまではまつげや紐などの細いアートメッシュの解説でしたが、面積の広いアートメッシュではどうでしょうか。その場合も基本は変わりません。輪郭のようにベタ塗りのアートメッシュの場合、このね塗り部分はいくら点を打って変形しても見た目は変わりませんので、内部の点は最小限で OK です。私はね普段こんな感じで打ってます。では内部に影やグラデーションなどの色の変化がある場合はどうでしょうか。例えば白目、まあね影を別アートメッシュにする方も多いと思いますが、もしね同じアートメッシュの場合はこのように影の境界にもね点を打った方がいいです。こうするとね変形がすごく綺麗になります。でグラデーションの場合はなるべくね等間隔に三角形が配置するようにしましょう。おすすめはですね一旦自動生成をしてから境界部分だけ手動で調整するやり方です。こうすることでデフォーマーでの変形も比較的綺麗にできますし、境界がねガタガタになったらアートメッシュをね直接編集して綺麗にすることができます。さてここでねちょっと処理が難しいのが内側に線画がある場合なんですね。簡単なのは白目の時のように境界に点を打っていく手法なんですけど、実はねこれだと大きく変形させる必要がある時に線画が滲んでしまう場合があるんですね。そんな時は中級者向けの方法になってしまうんですけど、線画を点2列でサンドイッチするという手法がおすすめです。これならね線画がにじまずに綺麗に動かすことができます。これがね中級者向けな理由は単純に変形がめんどくさくなるからです。以前のね動画でもお話しした変形ブラシなどを駆使して頑張りましょう。はい、2番目の説明は以上です。ぶっちゃけここまでのノウハウを実践するだけでもかなりね変形がしやすくなっていると思うんですけど、まあねこういった法則には例外がつきものなんですよ。それがね次にお伝えする3番です。それが材質や立体に沿った打ち方にする。なんかね突然抽象的で分かりにくい話になったと思うんですよ。なんだよ材質って感じですよね。ここからは上級者向けのお話です。3番はですねなんと1番の法則を無視するやり方です。例えば金属とか宝石などの硬い物質のアートメッシュなんかが3番に当たります。例えば皆さんならこんな形のアートメッシュどのように点を打つでしょうか。まあね1の法則にのっとるとこうですよね。でも私はこう打ちます三角形めっちゃ歪んでるやんと思ったでしょ。でもねこれでいいんです。なぜなら硬い物質だから。これがね1番のように丁寧に点を打つとむしろねまっすぐに変形させるのが難しいんですね。これがね3番のやり方ならとっても簡単です。こんな感じで金属の物質っていうのは動いた時にね側面が見えたり見えなかったりするので、それの変形をねちょっとしてあげるだけで驚くほど立体感がつくのがわかるでしょうか。こういうね硬くて直線的な物質はこのようになるべくね点を減らして管理を簡単にしてやるのがいいと思います。ではね硬くて丸い物質はどうかというとこういうパーツですよね。これはこんな風に点を打つと変形が楽になると思います。この
な風に頂点の点をちょっとね動かしてやるだけで簡単にね丸みが表現できるんですね。これは瞳などの他のね丸い物質にも実は応用できたりします。こんな感じで。でもし点が一つだと形が歪んでしまう場合は、例えばね瞳だったら瞳孔に沿って内側にもね列を作ってあげるといいと思います。さらにここまでの法則を全部マスターしたよという方は、物質の立体感に沿ってね点を打つことを意識してみるといいと思います。例えば胸のパーツ、皆さんはこのメッシュ打ちを見てどう思いますか？なんか点だけでも立体感があると思いませんか？その理由は胸の丸みに沿って点が打たれているからなんですね。平面のパーツを見て立体感を想像しながら点を打たないといけないので、これはイラストや 3D の知識がない人には少し難しいかもしれないんですけど、こんな感じで打つだけで本当に変形が楽になるので、もうねメッシュ打ちマスターといっても過言じゃないと思いますので、ぜひともね意識してやってみるといいと思います。そんなこんなで123のね法則に従って点を打った結果が冒頭のこちらの画像だったというわけです。こういったねシワや模様が複合しているパーツも法則をもとに点を打てれば綺麗にね変形ができるというわけなんですね。はい、ということで今回の講座は以上になります。すでにある程度モデリング手法を覚えている方は、今回お伝えしたメッシュ打ちを覚えるだけ、メッシュ打ちを変えるだけでもかなりね変形がやりやすくなると思うんですけど、今回はあくまでも点の打ち方のね解説をしただけなので、今後ね実際にどうやってそれを変形すれば綺麗に立体に見えるのかについてもねどんどん解説していきたいなと思っております。ということで、次回はね変形方法解説と言いたいところなんですけど、その前にパーツ分けの解説を一旦挟もうかなと思っております。パーツ分けはね以前別の動画でも解説してるんですよ。これうちのチャンネルで一番伸びてる動画なんですけど、今の時点でこれ実は何分ね2年以上前の動画なので、ぶっちゃけ情報が古いんですよね。なので今現在でもお仕事で取り入れている裏技的パーツ分け方法も含めた最新情報を次回はお届けしたいなと思っております。ぜひともチャンネル登録、高評価を押して次回を楽しみにお待ちいただければ幸いです。またですね宣伝なんですけど、最近はメンバー限定配信やファンボックス限定配信なんかもね積極的に更新しております。そちらはねさらに上級者向けのプロ級テクニックをコアに解説しておりますので、気になる方は概要欄からぜひともチェックしてみてください。それでは乾物干物でした。またお会いいたしましょう。バイバーイ。